お前が手柄を立てようなんて100年早い。これ以上俺の足を引っ張るならお前はクビだ。ある日、大口の取引を成立させた俺。だが、上司はあたかも自分が商談を行ったかのように話し、俺の手柄を奪い取った。何も知らないくせに、勝ち誇ったような態度を取る上司に、俺は我慢の限界を迎えた。きっと、今は何を言っても無駄だろう。そう思った俺は、わかりました。と言って会社を辞めることに。その後、まさかあんなしっぺ返しが待っているなんて、上司は予想もしていなかっただろう。俺の名前は池田渚。IT 系の会社でエンジニアをしている28歳だ。そんな俺には河野拓馬という今でもよく飲みに行く小学校時代の同級生がいる。拓馬は小学校の時、アメリカから転校してきた帰国子女で、当時は日本語があまり得意ではなかった。それが災いしてクラスの連中から嫌がらせを受けることに。その内容というのは本当に陰湿なものが多かったと思う。例えば、彼に日本語で早口で話しかけ、返答に困らせて笑ったり、英語禁止ルールのしりとりで拓馬をハブったりしていたのだ。お前は日本語がわからないんだから、俺たちの仲間なんかじゃねえんだよ。そんなことが続けば、拓馬だって当然傷つくのは目に見えてわかる。結局、ある日を境に、彼は学校に来なくなってしまった。嫌がらせをしていた同級生たちは、日本語がわからない奴はクラスにいらないなんて言っていたが、当時の俺は子供ながらにその考え方がどうしても理解できなかった。ちょっと日本語が苦手だからってこんな嫌がらせするのは間違ってるよ。そう思った俺は周りの態度を無視して拓馬と親睦を深めようと努めた。幸い彼の家は近所にあったので遊びに誘いやすい環境にあったため頻繁に声をかけて遊びに誘ったりしていた。最初は戸惑っていた彼だったが、やがて俺に心を開いてくれるように。そうして俺たちは自宅でゲームをしたり、お互いの趣味を教え合ったりしていた。その中でお互いにパソコンが得意という共通点があることを知る。特に俺も拓馬もプログラミングを得意としていて、簡単なプログラムを組んでお互い発表するということを繰り返していた。そんなある日のことだ。いつものように学校に登校すると、教室に拓馬の姿があった。拓馬、お前学校に来れたのか？渚がいるから、俺は一人じゃないって思えたから。正直、胸が熱くなる思いだった。それ以来、俺たちは唯一無二の親友関係となる。毎日のように、お互いの家を行き来しては、組んだプログラムを見せ合ったりする日々。その後、中学から高校、最終的には大学まで同じ学校へ進学する俺たち。当然、プログラミングは続けており、いつしかそれを仕事にしたいと思った俺たちは IT 関連の学部に所属する。俺とお前で IT 業界に革命を起こそうぜ。そんな夢見話をする俺に拓馬は乗っかり、いつしか良きライバルとなった俺たち。お互いプログラミングコンテストにも出場し、切磋琢磨しながら成長してきた。そんな俺たちは、それぞれ違う会社に就職する。進路は違えど、お互い必ず活躍することを約束する。
そうして迎えた大学の卒業式で、たくまは俺にこう話してきた。今の俺があるのは、なぎさのおかげだ。お前に会えて、本当によかった。そんなたくまの言葉が嬉しすぎて、思わず涙が溢れてきた。いつか必ず、二人でこの業界を盛り上げようと誓い、それぞれの道を歩み始め、今に至る。会社で働き始めた当初は、周りの実力に圧倒された。これでも、コンテストではそれなりの評価をされていた俺だったが、社会で働いて自分の未熟さを痛感させられる。圧倒的な実力差を見せつけられた俺は、自信のなさから周囲となかなか打ち解けられずにいた。周りがその日のうちにこなす作業の半分の量しか仕上げられず、一度は心が折れかけることも。そんな俺が奮起できたのは、たくまとの約束があったからだ。同じようにプログラマーとして働き始めた彼もきっと頑張っている。こんなことで挫折するんじゃ、それまでの夢だったってことになるよな。それだけは何としても避けたかった。今ここで諦めてしまえば、たくまに対しても嘘をつくことになる。そう自分に言い聞かせながら、必死に周りに食らいついてきた。そんな努力が実ったのか、次第に技術もスピードも周りに追いつくようになる。仕事がうまくいくと心にも余裕が生まれ、少しずつ同僚たちともコミュニケーションを取れるように。波に乗っていた俺は上司からある仕事を回される。それは少々難易度の高いものではあったが、上司は俺になら一人で任せても大丈夫だと信じてくれた。その思いに応えるように仕事に励み、順調に作業は進んでいた。そんな俺に先輩社員がこう言った。お前、その難易度の仕事を任されてるのは期待されてる証拠だぞ。そろそろ昇格もあるかもな。先輩の言葉は確実に俺のモチベーションを上げてくれた。昇格となれば自分の実力を評価されたことになるし、夢の実現に一歩近づくことになる。ようやくスタートラインに立てたような気がした。だが、そんな希望はある日突然打ち砕かれることになる。人事部から辞令が出て、新たに飯沼良太郎さんが部長となった。飯沼さんははっきり言って仕事ができない部類の人なのだが、やたらと出世欲だけは強い。そのため他の社員を蹴落とそうとしたり、ひどい時は手柄を我が物にしようとする。さらに彼に仕事を押し付けられ、残業してまで仕事をこなした社員に対し、一切のお礼の言葉もない。むしろそれすらも自分の手柄に変えてしまうのだ。そんな傲慢な態度のせいで、他の社員からはめっぽう嫌われていた。中でも俺は特に飯沼さんからきつく当たられることが多い。お前みたいなひよっこがいい気になって成績を上げようとするな。そう言って何かと俺の仕事を奪おうとする。特に大きな成果となり得る案件に関しては、強制的に飯沼さんの手柄となるのだ。たちが悪いのは、彼が自分の手に負えない仕事に関しては、俺が仕上げた段階で自分の手柄にするところである。反対に、あまり実績にならないような仕事は、すべて俺に押し付けてくる始末。その結果、今まではまずなかった残業や休日出勤が増え、休まる日がほとんどなくなっていた。さすがにこれはいくらなんでもひどすぎると思った俺は、このことを本人に抗議するも、飯沼さんはこう言い返してくる。
口答えするなら仕事を放棄したとして上に報告してもいいんだぞ。そこは部長の権限とでも言いたいのか知らないが、普通に考えて許されることではない。だが、この人は本当にそれをやりかねないだろう。結局、言われるがまま理不尽を受け入れるしかなかった。そんなある日のことだ。この日、珍しく定時で上がれた俺は、次の日が休日ということもあり、一人で居酒屋を訪れていた。飯沼さんのせいでストレス溜まりっぱなしだ。飲まなきゃやってられないよ。そう思いながらカウンター席に座った時だった。渚じゃないか。久しぶりだな。不意に隣の客から声をかけられ、振り向くと、そこには拓磨の姿があった。大学卒業して以来、定期的に連絡は取り合うことはあるものの、お互いに仕事が忙しいこともあって、なかなか会えずにいた。お互いどうしているかなどの報告をしながら、昔話にも花を咲かせる。久しぶりに顔を合わせたこともあって、酒が進み、ほんのりと酔った影響もあって、つい仕事の愚痴をこぼす俺。その内容のほとんどは、飯沼さんの愚痴だった。うちの上司はひどすぎるぞ。平気で手柄を自分のものにするからな。話し出したら止まらない愚痴を、拓磨は黙って聞いてくれる。それだけでもなんだか気分が晴れる気がした。この再会をきっかけに、俺たちは定期的に集まって愚痴をこぼし合い、なんとか仕事を続けていた。そんなある日のことだ。いつものように仕事をしていると、一件の着信が入る。その内容は、とある企業から15億の大型商談の打診であった。これが決まれば、会社としてはかなり大きな利益になる。本来なら喜ばしいことだが、俺の中では素直に喜べない理由があった。というのも、商談の打診があったことは、当然飯沼さんに報告しなければならず、額が額だけに、彼は必ず手柄を自分のものにしようとするだろう。とにかく、断固としてこの案件は守らないといけないな。そう考えながら、飯沼さんに報告を入れる。案の定、彼は打ち合わせに同行すると言い出した。自分一人で大丈夫だと話したのだが、全く耳を傾けようともしない。お前はひよっこだから、先方に迷惑をかけることになるかもしれん。そんな理由をつけて、無理やり同行しようとする。ここでも、お得意の部長権限を使ってくるから厄介だ。結局、商談には彼も一緒に向かうこととなった。取引先の担当は、飯沼さんが同行していることに不思議そうな顔をしていたが、商談そのものは無事に進んだ。結果、取引は無事に成立する。あとは、このことを報告するだけなのだが、俺の悪い予感が的中してしまう。飯沼さんが今回の取引を自分の手柄であると上に報告し始めたのだ。予想していたとはいえ、さすがにこれはいくらなんでも理不尽すぎる。そもそも商談の時だって彼は内容についていくことができず、ただ黙っていただけで何もしていない。待ってください。今回の商談で飯沼さんは何もしていません。さすがにこれは黙っていることができず反論する。だが、飯沼さんは俺が彼から仕事を奪おうとしているといったデタラメを並べる。さらに、これまでにも俺が飯沼さんから何度も手柄を奪おうとしてきたと言い始めた。
自力で成果を上げられないお前が手柄を立てようなんて100年早い。これ以上俺の足を引っ張るなら首だ。あたかも自分が被害者であるとでも言いたげに、飯沼さんはそんなことを言い出す。これ以上話していても埒が明かないと思った俺は、直接社長に直談判をすることにした。まだ大きな実績は上げたことはなかったが、これまでの成長の過程は社長だって見てくれているはずだ。しっかり事情を話せばきっと分かってもらえる。そう思っていたのだが、現実は思っていた以上に残酷だった。飯沼くんはこれまで実績を上げていただろう。彼が嘘をついているとは思えない。そう言って、社長は飯沼さんの発言を信じたのだ。結局俺は彼の足を引っ張ろうとしているとして厳しく注意を受けた。そんな俺をにやついた顔で見ている飯沼さんを見て、何かが俺の中でプツンと音を立てて切れる。これ以上ここで頑張る意味はあるのだろうか。ここに至って到底夢を叶えられるとは思えない。飯沼さんがいる限り、今後も同じように手柄を奪われ続けるのが目に見えてわかる。あまりにも理不尽な出来事に、俺の心はついに我慢の限界を迎えた。そこまでおっしゃるのならわかりました。本日限りで退職させていただきます。俺の言葉に驚いた表情を見せる社長。対照的に飯沼さんは勝ち誇ったような表情を浮かべている。その後、オフィスに戻った俺は荷物をまとめ始める。同僚たちが心配そうに俺を見つめる中、ニヤニヤした表情の飯沼さんがこちらに近づいてきた。これまでご苦労だったな。お前のおかげで俺の評価はうなぎ登りだよ。そう俺に耳打ちをしながら笑う飯沼さん。そんな彼に対して俺はこう言い返す。いつまでもこんなこと続くわけがありませんよ。こんなやり方を続けていれば、いつか必ずしっぺ返しを食らうことになる。そう伝えるも、相変わらず全く聞く耳を持たずの飯沼さん。どうやらこれ以上何を言っても無駄なようだ。荷物をまとめ終えた後、同僚たちに挨拶をして会社を後にする。その後、とぼとぼと家に帰り着いた俺は、ある相手へと連絡を入れた。それから数日後、俺の携帯に飯沼さんから連絡が入る。電話の向こうの彼は、どこか焦った様子で話し始めた。頼む、すぐに会社に戻ってきてくれ。あれだけクビだと言っていた人の発言とは思えない言動に、とりあえず何があったのかを確認する。どうやらこの前彼が俺から奪った大型商談が先方から急に白紙にされたらしい。理由を尋ねると、担当が俺じゃないのなら取引は中止すると言われたそうだ。お前じゃなきゃいけないだなんて意味がわからない。そう口にする飯沼さんに俺はある事実を伝える。俺をクビにした時点でこうなることは分かっていましたよ。実は今回の商談を持ちかけてきた相手というのは拓磨だったのだ。拓磨はあれから俺との約束のために必死で結果を出し、自分で起業をしていた。そのことは居酒屋で飲んでいた時に話をされていて、その際に商談について提案されていた。俺が飯沼さんのことで悩んでいるのを知って、どうにか力になりたいと言ってくれたのだ。小学校の時、俺は渚に救われたんだ。今度は俺がお前の力になりたい。
酒を交わしながら、拓馬はそう俺に話していた。そのため、今回の案件は、俺が会社を辞めることを伝えた時点で、白紙になることは明確だったのだ。もっとも、そうじゃなかったとしても、飯沼さんでは取引を続けることは難しかっただろう。今回の案件は、拓馬の会社が海外展開していくサービスに関する共同開発の商談だった。当然、英語力も必要とされるもので、飯沼さんのスキルでは正直厳しいものがある。一方で、俺は拓馬の影響で子供の頃から英語に興味を持ち、彼にも教わりながら勉強していたため、ある程度の英語力は身についていた。拓馬が俺に仕事を持ちかけてきたのは恩を感じているというだけではなく、そういった俺の英語力やプログラミング技術を買っての商談でもあったのである。また、日頃から飯沼さんのことを彼に話していたこともあり、今回の手柄横取り騒動には、拓馬も相当怒りをあらわにしていた。今度、うちに顔見せたときは、俺が直接会って人間性確かめてみるわ。俺が拓馬に連絡を入れた際、彼はそう口にしていた。そんなこととはつゆ知らず、飯沼さんはいつものようにヘラヘラ顔で打ち合わせの場に現れ、さらには俺のことを無能だからクビにしたなど、散々馬鹿にしていたらしい。それだけでも問題ありだというのに、飯沼さんは常に上からの態度だったそうで、完全に拓馬の逆鱗に触れたのだ。持ってきた資料も正直出来がひどく、どの点をとっても一緒に仕事をすることは難しいとの判断もあったらしい。これが先方の答えです。飯沼さんは自分で自分の首を絞めたんですよ。俺の言葉に飯沼さんはひたすら言い訳を並べた。態度が上からなのは勘違いだとか、資料に関しても向こうの要求が分かりにくいだとか、すべて人のせいにしようとしている。この後に及んで、まだそんなことが言えるのかと、もはや呆れてしまう。とにかく、会社に戻ってこい。社長には、俺が話を通してやる。いいえ、お断りします。俺はすでに別の会社でお世話になることが決まっているので。そう。実は、会社を辞めてすぐに、拓馬にスカウトをされて、次の働き口は決まっていた。今更何を言われたところで、戻るという選択肢は、俺にはないのである。そういうわけなので、自分の尻拭いは自分で行ってください。そんな。その後、結局商談は白紙となったらしい。拓馬の会社の証言で、飯沼さんが俺から仕事を奪ったことも明るみになり、社長は激怒。飯沼さんは降格となり、窓際部署へ追いやられたそうだ。これまでの傲慢な態度もあって、周りからは相手にされなくなり、仕事も激変。今ではほとんど雑務ばかりを押し付けられているらしい。多くの人の信用を失ったことで、出世の道も閉ざされてしまったという。それからしばらくしてそんな状況に耐えられなくなったのか、飯沼さんは自主退職したらしい。自分の実力はこんなものじゃないと捨て台詞を吐いていったそうだが、まず人に対する礼儀や感謝の気持ちを知らないままでは、どこに行っても苦労はするだろう。案の定、転職しても結局同じことを繰り返しては信用をしない。転職歴も増えていくことで、どこからも採用されなくなったそうだ。今ではフリーターとしてアルバイト生活で何とか食いつなぎながら、
細々と暮らしているという。一方で俺は、たくまの会社で働き始めた。この誘いを受けたとき、最初はそんなつもりで今回のことを報告したわけじゃないと一度は断った。だが、たくまはそんな俺にこう話している。前にも言ったけど、俺はお前に助けられた恩を返したいんだ。それに、渚なら俺も安心して仕事を任せられるし、力を貸してほしい気持ちもある。お互いにギブアンドテイクの関係だと笑うたくまの笑顔を見て、俺もできることで力になりたいという気持ちが芽生えた。今となってはこの選択を選んでよかったと思っている。ちなみに白紙になった商談は改めて別の会社と取引を行い、プロジェクトを進める方針に。たくまの推薦もあって、俺がプロジェクトリーダーを任されることになった。入社したての俺がそんな大役を任されることは恐れ多いことではあるが、他のメンバーも快く受け入れてくれて、順調にプロジェクトは進んでいる。たくまが社長をやっているだけあって、人材はしっかり見極めているのがよくわかった。飯沼さんのような人を蹴落とそうとする人はおらず、お互いに尊重しながら感謝の気持ちを忘れずに働いている人ばかりだ。俺にとっても居心地がよく、雇ってくれたたくまには頭が上がらない。今回のことを通して因果応報という言葉通り、自分がした行いは自分に返ってくることを改めて感じた。飯沼さんのように人を利用する考えは持たず、周りと助け合いながら感謝の気持ちを忘れることなく働いていきたいと思っている。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。